皆さんこんにちは。確執通路のありかのパチです。6月26日に発売されたデスストランディング2。その前日に小説版デスストランディング2オンザビーチが発売されたのをご存知でしょうか。小説ではゲームでは分かりにくかった登場人物の心情や曖昧だった設定が一気に深掘りされ、物語の印象が大きく変わりました。そこで今回は小説版の魅力を分かりやすく紹介していきます。なお、当然のことながらネタバレを含みますのでご注意ください。それでは始めましょう。まずはゲーム版と小説版の違いを簡単に見ていきましょう。小島監督は大の映画好きで、1日1本映画を見るほどだそうです。その影響から彼の作品には映画的な手法が多く取り入れられています。ゲームでもまるで映画を見ているようなムービーシーンが数多く登場します。映像では音楽や俳優の演技、表情といった視覚や聴覚に直接訴える表現が魅力です。サムを演じるノーマン・リーダスをはじめ、レア・セドゥやルカ・マリネッリといった名優たちによる演技で、映画さながらの臨場感を体験できます。一方、小説は心理描写や世界観を深く掘り下げるのが特徴です。セリフの裏にある細かな心情まで丁寧に表現できるので、登場人物の考えや迷いを詳しく知ることができます。そして、この小説ならではの魅力の一つが、心理描写の丁寧さです。そこで次に、その魅力が最も強く現れている例として、主人公、サムに注目してみましょう。サムは無口で、わかりやすく感情を表に出すことがあまりありません。そのため、ゲームでは表情や仕草から推測するしかなく、彼の本心を理解するのは容易ではありません。しかし小説版では、サムの心の声が丁寧に書かれています。それがよくわかる場面が、メキシコの旧地球物理学研究所でデッドマンのホログラムとの会話シーン。ゲームではサムはほとんど喋りませんが、小説ではサムの内面が細かく描写されています。あんたは俺の親友、忘れたことはなかった。ゲームでは無言のサムでしたが、デッドマンとの再会を待ち望んでいたことがわかります。すまん、映像だよ。孤独だったサムが、かつての恐怖を乗り越えたことをデッドマンに伝えようとしています。ただ、デッドマンに触れることは叶いません。オンになる設定だ。カイラルアレルギー。ビーチが近づいている。ビーチに行ってくるよ。俺のビーチに。じゃあな、サム。サム。ゲームでは表情からしか読み取れなかった部分が、小説では言葉としてはっきり描かれています。サムにとってデッドマンがどれほど大切な存在だったのか、より深く伝わってきますね。デッドマンのことは残念で。二つ目は、プライベートルームでのドールマンとの関係です。ゲームを思い返すと、サムはほとんど一人きりになれず、常にドールマンと一緒です。正直、いつも見張られているようで落ち着かないのではと思いました。ところが小説では、この相部屋についてサムの本音がこのように描かれています。君のことを待っている人たちがいる。サム、君が行ける時で構わない。立ち上がってくれ。君の力で。ルーが消えかかってる。意外にもサムは感謝の気持ちを抱いていたんです。ルーを亡くしてから自分を責めるようになったサムにとって、ドールマンは良き話し相手であり、心を支えてくれる存在でした。思えばゲームでもプライベートルームでの会話を通してドールマンの優しさが伝わってきたように思います。小説ではその優しさがサムの心をどう支えていたのかが丁寧に描かれていました。今私が君に話せるのはこれくらいかな。最後は武装サバイバーに対するサムの心情です。サムは依頼で彼らの拠点から旧型の BB ポットを回収し、
マザーフットのドクターに届けることになります。この時、ドールマンはサムに、武装サバイバーは死を恐れない過激な集団だから、絶対に戦うなと念を押しますが、それに対してサムはこう答えます。ゲームではサムが拠点を制圧することもできますが、小説ではむしろできるだけ争いを避けたいというサムの思いが書かれています。サムの立場や葛藤がよりリアルに伝わってきます。さらに小説で描かれているのはサムの心情だけではありません。フラジャイル視点の物語もあり、ゲームでは描かれなかった葛藤が明らかになります。姿を見せないチャーリーに対する不信感や、フラジャイル自身の体調不良から舞台に不和が生じ始めます。そこでリーダーとしての決断を迫られる中、自分の存在意義に悩み、仲間に心配をかけているという罪悪感からさらに悪循環に陥ってしまいます。フラジャイルがどのように立ち直ったのか、バラバラな方を向いてしまった羽橋部隊がどのように再び団結できたのか、フラジャイルの視点を通して物語を読むことで、デススト2の世界をさらに深く理解できるのも小説版の大きな魅力です。次に紹介するのは世界観に関わる設定です。デススト2には専門用語や現象が数多く登場しますが、小説ではその理由が補足されていて、なるほどと思える部分がいくつもあります。例えば、ゲーム中で象徴的に描かれる巨大な月。写真を撮った方も多いと思いますが、小説によると月が異様に大きく見えるのは、空を覆っている目に見えないカイラル物質の層がレンズの役割をしているからとのことです。さらにこの現象は雪山にも影響しています。ゲームでは遠くからでも非常に高くそびえ立っているように見えますが、小説によると実際の標高は2000メートルほどしかないそうです。それでも異様に大きく見えるのは山の上空で乱れ飛ぶカイラル物質の作用とされています。ゲーム中でなぜあんなに月が大きいんだろうと感じた人も多いと思いますが、そこにもちゃんとこの世界の法則が関係していたのですね。もう一つ面白かったのが拠点の呼び方の違いです。デススト1ではキャピタルノットシティやフォートノットシティといったシティの名前がついていましたよね。ところがデススト2ではウエストフォートノット、ターミナルフォートノットとフォート、つまり砦という呼び名に変わっています。この理由についても小説で説明されていました。それはAPACがシティという言葉を避けたからです。シティという名称は行政区分を連想させ、まるで UCA 政府の支配下にあるように誤解されかねません。そこで侵略ではなくインフラを提供するだけという立場を示すために、あえてフォートと名付けたというのです。つまり、都市の名前の違い一つとっても、これは UCA 政府による統治ではないというメッセージが込められていたんですね。他にも小説で印象的だったのは、カーが物質に干渉できるという重要な原理が示されていることです。この設定を元にすると、ゲームでは曖昧だった様々な現象が説明されていきます。例えば、ハートマンの歯にデッドマンが入っているときに、声がデッドマンの声に変わるのも、デッドマンのカーが干渉しているからです。また、ドールマンが声を発する仕組みや、人形の見た目が脅威の前後で変化する理由も、この原理によって理解できます。さらに、デッドマンが持つドゥームスの能力についても詳しく描かれ、彼の得意性に説得力が加わっています。ここでは詳しく説明しきれませんが、カーが物質に干渉できるという原理を軸に据えることで、今まで曖昧だった現象に筋が通り、そういう理屈だったのかと思える場面がたくさんあります。小説を読むことでデスストの世界がさらに奥深く理解できるようになるのです。反対に、ゲームには登場するものの、小説では描かれない点を紹介します。実は、羽橋部隊以外のゲームで関わりのあったキャラクターの多くは登場しないのです。小説は576ページとボリュームがありますが、羽橋部隊の旅の軌跡がメインで描かれているため、フレッパーズの出番はごくわずかです。登場するのは、ラ・マドレ、ガバメンツの OG、水門学者、メカニック、ピザ屋、ドクター、ファントム・スミスといった数人。また、拠点の配送担当に関しても、登場するのはごく一部に限られており、シウダード・ヌード・デル・ノルテのノルベルト・プエンテや、旧地球物理学研究所の
アレックス・ウェザーストーン、西部環境観測所のピーター・ゲイツ、F5 東配送センターのビクトール・フランク、サウスフォートノットのピエール・サザーンのみです。そのため、プレッパーズや拠点の人々のストーリーを読みたい方は、買う前に注意が必要です。今回はテスト2の小説版について紹介しました。小説版がゲーム版の全てを網羅しているわけではありませんし、逆にゲームも小説の全てをカバーしているわけではありません。ですが、この2つは互いに補い合う関係にありました。ゲームで描かれる迫力ある映像体験、そして小説で描かれる綿密な心理描写や設定の深掘り、両方を楽しむことでデス・ストランディング2の物語をより深く立体的に理解することができます。小説に興味がある方は概要欄の Amazon リンクからチェックしてみてください。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価をお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。